Squirrel. Did you hear the timer? Sakura, please don't go when I go to school. Please. Good morning, everyone. カウントダウンシリーズへようこそ。大会まで残り4週間に迫りました。今の段階では、朝一のファステッドカーディオがルーティンになっていて、今回比較的カーディオも攻めてます。で食事も、自分が慣れているよりはちょっと低め。今回の減量期は結構時間をあまり設けていなくて、いつも12週間から16週間の減量期を今回は11週間に絞ってます。理由としては前の動画とかでも話したんですけど、比較的増量期はリンなままでいられたのと、あとはただ単に出たい大会のタイミングでこうなってます。だから今回は新たな挑戦っていうか、比較的一番早めに仕上がるタイプなんですけど、今回は大会シーズンも長いので、何せよ大会多分連続で3、4回ぐらい出るので、最初の大会にギリギリ合わせるぐらいのタイミング。とはいえ今の段階でかなり仕上がっていて、スケジュール通りです。もうここからは本当にさらにその刀を研ぎ澄ませるっていうか、そんな言い方合ってるのか分からないですけど、そういう時期です。そんな様子を引き続き見せていきたいと思ってるんで、最後まで動画をお楽しみください。今から2食目作ります。自分のスタイルは大会の4週間前までは、もう少し食べ物、食材にバリエーションがあるんですが、この時点、食べるものが限られてきて、本当に毎日同じようなものしか食べてない。タンパクのベースにはもちろんというか、鶏胸で、野菜はマッシュルームとブロッコリーまたはほうれん草。今日はブロッコリーで炭水化物にはいつも常にご飯をここで準備してます。で今現在の1日の総合摂取カロリーは日によって変わります。結構カーボサイクリングといってカーボが高い日低い日そしてミディアムぐらいの時があって、なので今日は比較的低い日で、今日は2100キロカロリーぐらい、自分の中ではかなり低いです。で、比較してじゃあ普通の日とか多い日はカロリーが2800ぐらいまでいきます。マッシュルームもう減量期の友達ですよ。マッシュルームは食感が結構いいじゃないですか。食物繊維も豊富でお腹の満腹感っていうかにすごくいいし、ブロッコリーは言うまでもなく野菜としてもうキング王様です。これちょっと楽しい。ブラックトラッフルソルト、特殊な香りがあるんですけど、これほんの少しだけまぶして減量中の食べ物がちょっと楽しくなる。で普通のピンクソルトとブラックペッパー。味付けは基本今は本当に塩と胡椒だけですね。ソースとかはほぼほぼ使わないし、この段階でっていう感じで、今まで結構水道水の水飲んでたんですけど、ちょっと飽きちゃって、最近のこだわりは当たり前なのかもしれないですけど、もう常にこういう水があるようにしていて、Amazon で水に登録して2週間に1回水が届くようにしてて、結局今の段階でも水の飲む量がすごく1日に多い。で気をつけないといけないのが、水の飲む量が多くなると同時にこの塩分の調整、水と塩分、カリウムとかそういう体内の水分の環境をしっかり整えないと、こういう夏バテとか起きやすいしみたいな。だから水飲む量が増えてる分、ちょっと味付けとか濃いめにしてます。大会に近づくにつれ、もう少しその塩分の細かい調整とか水の調整は話したいと思ってます。でも今の段階ではこれぐらいにしておきます。普通アボカド入れるんですけど、ちょっと切らせてしまってたんで、とりあえず2食目の脂質はアーモンド1、2、3、4、5、6、2食目、完璧な減量食です。1種目目はウォームアップではあるんですけど、
懸垂から始めます。で懸垂のフォームも、しっかりと胸を起こして肩を外旋させた状態から、広背筋全体、広背筋の下部まで引かせるようなフォームでやっていきます。ウォームアップが終わったということで2種目目、同じこのスクワットラックで今度は、ラックプルやります。今回の、増量期からずっと強化してました。ただ皆さん覚えてるかわからないんですけど、ハムストリングを断裂してしばらくちょっとこれはできてなかった。でも 2,3 週間前ぐらいからまた少しずつ作り上げてるとはいえ慎重にやっていきます。減量期ですごく大事なのはやっぱり重量をなるべく残す。全種目に高重量とか高重量低レップでやってしまうとプラスより、怪我のリスクの方が大きくなっちゃうんで、それは避けて、減量中は必ずどの体の部位でも1種目だけは結構低回数して高重量でハードにきます。それはもうメンタルを強くするためでもあるんですけど、本当に体をそういう必死な状況に置くことによって、脳が筋肉を残すシグナルを送ってくれるような、そういう考え方です。さすがに増量期で扱えている重量より少ないんですけど、足の方もほぼほぼ 100% 回復してますし、いいとこまで作り上げられてて少し安心かな。何が何でもなんであれ、今年の目標は、絶対果たすんで、ちょっと、カーブボールが来た感じはあるんですけど、何があっても対応できるような柔軟性、トレーニングもいろいろうまく変えられたし、セットごとにちょっと重量を上げていってるんですけど、あと1セット、1、2、3、2セットだ。今日はこれでマックスの重量かな。よく金木さんどうやってモチベーション溜まってるんですかってよく聞かれます。正直僕その答えがわからない。でも、頂点にたどり着いたらそこに答えが待ってるかのような意識でいつかその答えを見つけます。とりあえず決めたことをやるだけ。でも重かった。久しぶりのこの重量。でも少しずつ元の自分に戻れてて嬉しい。3種目目はこのマシンを使って、背中の上の方の厚みを狙っていきます。2種目目と違って今回はもう少し回数多めでいきます。で、高重量なのか低重量なのかっていろいろあるんですけど、結局はそのしっかり引かせる範囲内での最大重量をどの種目も扱っているので、ただ目的に応じて例えば自分のワンレップマックスの例えばじゃあ 90% 扱いたいときはさすがに 90% の重量を20回とかできるわけないんですよ。不可能っていうか、できてる時点で多分効かせたい部位に入ってない、他の体の部位とか使っちゃってる。だから効かせるっていう最低条件を、それがあってのじゃあその何 RM なのか 80% なのか 50% なのかで、こういうちょっと15から20レップになりたい種目は20レップギリギリできるぐらいの最大重量でやるってことなんで、楽なトレーニングはないです。楽をしようとしてるわけじゃなくて、筋肉に効かせようとしている、筋肉を大きくしようとしている、こういう減量の段階は筋肉をなるべく残そうとしている、そういう目的です。低重量か高重量かって聞かれたときに何て言えばいいの、一番分かりやすく言えば効かせる範囲内での最大重量を常に扱うっていったところで、始めましょう。
日は基本セットごとに重量を上げていってて、次のセットで、8レップなんとか自力でいって、ここから初めてドロップセットが入ってきます。2回ぐらいやろうかな。全種目にドロップセットとかやる人いるんですけど、自分的にはあんまりそれが向いてなくて、疲労感が多すぎて結局全種目妥協することになっちゃうっていう感じなんで、特に背中のトレーニングの時は、1種目とか、最後の種目にもう1個とか、多くても2個の種目にしかドロップセット入れないです。次行きましょうか。4種目目、ダンベル使ったシュラッグがいます。総合と結構昔だったらフィジーク界ではなんか悪者扱いされてたんですけど、最近はしっかり全体的にバランスに背中が求められていて、あと僧帽筋作ることによってもちろん背中の厚みももっと立体感も出ますし、結局背中の冠が僧帽の上部なんでしっかりと、鍛えてますね自分は。最後いきます。5種目目、ラットプルマシンでビハインドザネックのラットプル、特にこれはどこを鍛えるかというよりは、結局は広背筋の下部狙いでもありながら、自分的には肘と肘をこう肩をしっかり外旋させた状態でお互いにくっつける練習というか、自分結構肩がこう姿勢的に内旋しがちだから、フィジークステージで胸を起こすための姿勢の練習でもあるし、いろんなことが関連して、これは最近やってます。自分に合った種目を見つけるのが成功の鍵です。最後いきます。最後はバックエクステンション。これはもう、脊柱起立筋の厚み、立体感出すためにすごくいい種目。昔だったら自分底引きでドリフトとかかなりやり込んでて、こういうこと一切やらなくても結構発達していた、他の選手よりも。でもドリフト、いろんな自分の事情でやめてから、こういうアイソレート系な種目でカバーしないといけなくなってる。これはもう自重で結構毎セット限界までいきます。この後実は用事があるんで急ぎ目にって言っても、トレーニングが優先なんで、トレーニングはやめたら終わりじゃなくて終わったら終わりなんで、もちろん妥協はしないんですけど、ちょっとペース早いかもしれない。休憩の長さとか。自分のちょっとコツなんですけど、脊柱にも完全に対称的じゃないんで、ちょっと弱い部分をさらに体ちょっとひねって、その弱い部分を当てて
まあ少しずつでも追いつくように、工夫とかしてます。何せよもうバランスを作るためのトレーニングなんで、そういうところはまあ自分なりに工夫してみて、アンバランスなところがあるならアイソレート種目とか特にそういうのを修正するのにすごくいいんで、工夫して考えてみてやった方が楽しいし。Oh my god. OK、以上、フラカトレーニング6種目、各種目4セット、8から20レップっていうレンジでやりました。ここから家に帰って、まだ動画続きます。で、絶対皆に見逃してほしくない、プレゼント企画もあるんで、一回帰りましょう。トレーニング終わって4食目、トレーニング後の食事でやっぱり自分プロテインになることが非常に多いです。消化も早いし、トレーニング後はあんまお腹空かないし、食べやすい。で、この後出かけるんで、そのための非常食も準備してます。これが持っていく用のプロテイン2杯。で、こちらもアーモンド。そしてこれは、日本語で何て言えばいいんだろう。デーツなんですけど、デート。デート。なんか、池がドバイって言って、お土産で持って帰ってくれて、中東の方ではすごいこういうのが人気。美味しい。いいカーボですよ。今からのトレーニング後の食事。脂質にはアーモンド7個、炭水化物バナナ1本、そして冷えた水にレボプロのプロテイン、エッグホワイトプロテインを2杯で、ここでちょっと皆さんに嬉しいニュースというかプレゼント企画です。ちょっと久しぶりにね、しばらくやってなかったことに気づいて、つい最近ちょっとレボプロの方とちょっと打ち合わせができて、その時にちょっと、嬉しいことに、プレゼント企画の許可いただいたので、応募の仕方はすごく簡単。別に登録とか、like とかコメント何もしなくていい。してくれたら嬉しいですけど、登録よろしくお願いします。この動画の概要欄に、リンクが貼ってあります。プレゼント企画のリンクが。そのリンクをたどって、そのアンケートに答えていただければ、このエッグファイトプロテイン1キロを20名様にプレゼントします。僕はもう長年愛用している、とてもハイクオリティな、そして、美味しいプロテイン。皆さんもぜひプレゼント企画に応募してみて、ぜひゲットしてください。それではいただきます。たったの10秒でタンパク質 46g ゲット。これはでも、これでももらえるんですよね。いっぱいもらえますよ。これも別にこれでこれ OK ならこれ OK 世界に密着しかないやつ。今リフォーム来てて、これすごい楽しみにしたものが、ちょっとこれ見てください。これが何ですか？これが金金さん用のステージショットですよ。これすごいなんか微笑みが出ちゃう。これが多分カラーパターンがいくつかあって、これがちょっと王道のブルーで、今年結構大会出るじゃないですか。だからその一個一個の大会分のなんか色をリフトに作ってもらってて、そのシェイプ的なサンプル、これ最終版じゃないですけど、サンプルはこっちにあって、ちょっとこれは本当にもう形を試すためのっていうか最終版ではないんですけど、これもこれでなんか好きかもしれない。これ結構僕が、去年東京プロでとかオリンピアで履いたコアのボードショーツのもう魂を残しつつ、ちょっとリフトでさらにちょっとレベルアップさせた、感じかな。足もパツンパツンすぎないし、ウエストはバッチリ。サイズはもう完璧。全然これでいろいろウェアの確認とか終わって非常に楽しみです。結構質問が来るんですよ。いつもコアの新商品とかないですかってあります。待っててください。めっちゃかっこいいのが8月末9月ぐらい楽しみにして、ボードショーツの方はおそらくもう少し、皆さんの大会シーズンのうちには出ると思います。大会シーズンって12月ぐらいからまであるしね。だからボードショーツを楽しみにしててください。
帰ろうか。まあ一日も終わりそうで、あとは5食目、6食目を食べて、まあルーティンって感じで、辛くなる時期もあるんですけど、この段階ではっていう今日のキーワードですね。この段階では、4週間前の段階ではもうあまりにもルーティン化されてなんか普通になっちゃってる。逆に今そういうジャンクフードとかチートミールとかもう想像できない、もうハンバーガーの味を忘れてしまってるぐらいだから、まあそういう時期です。まあ、だんだん体にもそれが現れてると思うし、まあ、体は本当に大会にピーク合わせるためにそういうペースで絞っていってるんですが、もうメンタルの方がもう今回は他の動画でも言ったようにもう増量期の段階でもうほぼほぼ仕上がっていて、もう目標が明確だから、まあそのビジョンを追いかけてアメリカの土地で日本人の FPV プロベンツ・ジーカーとして初の優勝を、飾りたいと思いますし、まあ、応援している皆さんのためにとか、まあ、その地元の松戸に、まあ、そのトロフィーを、ね、それを持って帰りたいと思ってるんで、皆さんの熱い応援いつも感謝してるし、まあ、この動画をライクしたりとか、まあ、コメント欄とかで、まあ、そういうメッセージ全部読んでます。だから本当に引き続き、まあ、頑張っていきます。皆さんも、一緒に頑張っていきましょう。まあ、それでは皆さん次のカウントダウン動画でお会いしましょう。Work hard, see results. Thanks for watching and I'll see you again soon.